皆さんこんにちは。小さな手芸屋さんの広澤みなみです。リュネビル刺繍のノウハウを紹介するビデオを作りました。今日は縫い始まりと縫い終わりのテクニックです。どっちもチェーンステッチを使うので、チェーンステッチのビデオも一緒に見てくださいね。では始めます。縫い始めにするステッチを始まりのステッチと言います。ソーイングみたく返し縫いをするんです。練習をするときは先にスタート地点と進行方向を決めておくとやりやすいと思います。まずスタート地点にクロシェを刺します。下糸を突っ張るようにして持って針先にかけたらクロシェを抜きます。15センチぐらい出しておいて進行方向と逆側に流しておきます。糸端が滑らないようにクロシェを持っている手で押さえておきます。次にクロシェをスタート地点のすぐ手前に刺して針先に下糸をかけます。クロシェを半回転して抜きます。次は逆半回転をしてまたすぐ先を刺してください。また下糸をかけて半回転して抜くと小さなチェーンステッチが出来上がりました。次は返し縫いの返しになるチェーンステッチをします。今度はスタート地点に戻るようにクロシェを刺してチェーンステッチをしてください。これで始まりのステッチが完成です。このスタート地点から刺繍の本番が始まります。一番最初に針先に下糸をかける時の糸の持ち方は、糸を指に挟んで突っ張るようにして持つか、輪を作るようにつまんで針先にかけます。始まりのステッチは小さければ小さいほど上手に見えます。生地の繊維2本分ぐらいがベストです。初めて練習するときは小さすぎると難しいと思うので、やりやすいサイズでやってみてください。始まりのステッチでよくあるトラブルが2つあります。1つ目は下糸のかけ方です。小さなチェーンステッチをするときは下糸がかけにくくなるときがあります。そういうときはクロシェを少し浅めに刺してやるとスムーズにかかるようになります。2つ目はクロシェを刺す場所についてです。糸端を出した後、クロシェを刺すときにまた同じ穴に刺してしまうと糸の輪っかが出てきません。刺すときは位置を少しずらして刺してください。次は終わりのステッチです。縫い終わりのところで連続してチェーンステッチをして玉結びを作るテクニックです。縫い終わりまで刺繍をしたら、まず進行方向にとても小さなチェーンステッチをしてください。これが仮止めの役割になります。次は上下の糸を進行方向とは逆の方に引っ張ります。そうするとステッチの先に穴が広がるのが見えますか？その穴にクロシェを刺してチェーンステッチをしてください。そうすると結び目のようなものが根元にできます。この結び目をあと2個作ります。また同じ穴にクロシェを刺してチェーンステッチをします。2個目の結び目ができました。最後にもう一回同じ穴にクロシェを刺してチェーンステッチをすると3個目の結び目ができました。結び目が連なって立ち上がるような見た目になります。これで終わりのステッチ完了です。糸をカットします。これでほどけません。
終わりのステッチで糸を切る前に下糸を引っ張ってしまうとステッチが全部ほどけてしまうので気をつけてくださいね。終わりのステッチの時にもよくあるトラブルが2つあります。1つ目は下糸のかけ方。これも始まりのステッチと一緒で針を少し浅く刺してやってみてください。2つ目はクロシェが抜けないというトラブルです。終わりのステッチの時はこんな風にクロシェが抜けなくなることがよくあります。これは刺す時や下糸をかける時に糸を強く引っ張りすぎてしまっているからです。こういう時はチェーンステッチの基本を思い出しながら針の背中でしっかりと穴を押し広げてやって糸をきつくしすぎないようにするとスムーズに抜けるようになります。始まりのステッチも終わりのステッチもチェーンステッチの基本は変わらないので、糸やクロシェをどっちに回すのか進行方向を確認しながらやってみてください。レッスンの時はいつも始まりよりも先に終わりのステッチをやってもらってます。そっちの方がチェーンステッチの延長で練習ができるのでみんなもやりやすいみたいです。始まりのステッチの方は返し縫いだから進行方向が前と後ろにコロコロ変わるので糸を回す方向が分かんなくなっちゃうことがあるんですけど、どっちに進んでステッチをするのか確認しながらやればきっと大丈夫だと思います。リュネビル刺繍は簡単ではないですけど練習とコツがあればきっと上手になります。これからもいろいろなコツを紹介しようと思っているので刺繍が好きな方は是非チャンネル登録をしてくださいね。このビデオの感想や質問も気軽にコメントください。では小さな手芸屋さんでした。またね。